どうもこんにちは、ギークボックスの佐賀です。本日はエレキベースを始めるときに揃えたいものということをテーマにしてベース専門店の立場からお話ししようかなというふうに思います。ベースを始めるにあたって最低限必要なもの、あると快適なもの、そして後回しでもいいんだけどあると便利なもの、こういった具合で話していこうかなというふうに思いますので、これからエレキベース始めようかなとか、エレキベース本体だけ手に入れたんだけど何があったらエレキベース始められるのかなと悩んでいる方はぜひぜひご覧ください。ということで本編へどうぞ。まず、絶対に必要なもの、エレキベース本体ですよね。エレキベース本体なんですけれども、大きく分けて3種類に分けられると思います。大きく分けてね。まず1つ目、ジャズベースタイプと呼ばれるものです。2つ目は、プレシジョンベースタイプと呼ばれるもの。3つ目、その他としましょう。世の中のね、7割ぐらいのベースはジャズベースタイプかプレシジョンベースタイプです。なので、特別な理由がなければ、この2つのどちらかを選ぶと良いかなというふうに思います。何が違うのかと言いますと、ジャズベースタイプっていうものは、ネックが細いものが多いです。そして音を拾うピックアップというものが2つついています。そしてね、プレシジョンベースタイプっていうものは、ネックが少し太くなっておりまして、ピックアップは1つだけついております。どんな風に違うかと言いますと、ジャズベースタイプの方が少し音作りの幅が広くて、そしてサウンド的にはちょっとシャープなニュアンスが強いです。プレシジョンベースタイプの方がちょっと太くて男らしい感じだって言えばいいですかね。最近の J-POP だと、とてもね、ジャズベースタイプが有名で、たくさんのベーシストがジャズベースタイプを使っています。一方で、プレシジョンベースタイプっていうのはちょっと古い R&B とかソウルとか、もしくはちょっと激しいパンクロックなんかでよく使われている印象がありますね。まずはあなたが憧れたベーシスト、どんなベースを使ってんのか見てみてください。ピックアップが2つついてたらジャズベース、1つだったらプレシジョンベース。もしくはね、違うものかもしれないんですけど、7割、8割ぐらいはこれでいけるかなと思います。画像検索してチェックしてみてください。ジャズベースタイプとプレシジョンベースタイプ、音の違いも気になると思いますから、これは GIB 横浜のスタッフに撮影してもらおうかなというふうに思います。それでは聞いてみてください。ドン。ジャズベースタイプとプレシジョンベースタイプ、音の違いどうでしたか？まず見た目から言うと形が少し違いますよね。ジャズベースタイプの方がシュッとしていてかっこいい形をしていて、プレシジョンベースタイプの方がちょっと丸っこくて可愛らしいフォルムに感じます。ジャズベースタイプは音を拾うマイク、ピックアップと言われるものが2つ搭載されていて、それぞれの音量調節が可能なつまみが2つと、あとはトーンと言われる音を丸くしていくようなコントロールがついています。逆にプレシジョンベースタイプはマイクが2つに見えるんですけど、これで1つのマイクです。音量を調節するつまみとトーンと言われる音を丸くするコントロールが載っています。だからプレシジョンベースタイプの方がつまみが1つ少ないですね。音の印象で言うと、ジャズベースタイプの方が全体的にバランスよく低い音から高い音まで出ているような印象がありますね。低い音のドンとした音と高い音のジャリッとした音がすごく魅力的でかっこいいです。プレシジョンベースタイプは太い音が魅力的ですね。ミドル、いわゆる真ん中ら辺の音、ちょっとボンボンしたとかモコモコしたような音が出ていて、そこがすごく太くてかっこいいです。ジャズベースタイプの方がオールマイティな印象はあるんですけど、ジャンルによっては例えばロックとか R&B、古い音楽とかはこのプレシジョンベースがよく使われてきました。そういったジャンルにはプレシジョンベースの太い音色がすごくマッチしています。どちらもすごく定番のベースなので、見た目で選んでもいいですし、かっこいいなって思った方で始めるのが一番おすすめです。ジャズベースタイプとプレシジョンベースタイプ、結構音が違いますよね。面白いところかなというふうに思います。
これらのベースっていうのは様々なブランドから発売されているんですけれども、初心者の方がどんなブランドを買えばいいかと言いますと、僕の個人的なおすすめで言うと、フェンダーやスクワイヤーっていうね、ジャズベースやプレシジョンベースを開発した世界でも1位のね、ブランドがあるんですけれども、そのブランドもとてもいいんですけれども、GIB がプロデュースしているウーフィーベーシズっていうのもとてもおすすめです。はい。僕たちが作って僕たちが直接販売するので、できるだけコストをカットして安く販売しようとしています。なんですけれども、クオリティはちゃんと高めようということで、中国で2、3回検品して、いいものだけ日本に送ってきた後にもう1回検品して、その後日本でね、電気周りを直したり、ネック周りを直したり、様々なところを直した上で皆さんのところにお届けしておりますと。他のお店に卸したりしていないので、その分ね、調整とか、検品とか、クオリティコントロールそれ自体にコストを回せるんですよね。僕たちが自信を持ってお勧めできるものとしてそういったものを考えております。ジャズベースタイプ、プレシジョンベースタイプに断らないのであれば、アイバニーズとかヤマハとか、そういったブランドもとってもおすすめです。そして必要なものがチューナーと呼ばれるものです。チューナーっていうのは、ベースのチューニングをするためのものですね。ボーンって音を出して、今これがドレミって表示してくれるものです。このチューナーは必ず必要なので、省けないです。チューナーについてはね、種類があります。大きく分けて3つ。クリップチューナーっていうものと、ペダル型のチューナーと、あとは iPhone とかのアプリケーションのチューナーですね。はい。何が違うかと言いますと、クリップチューナーはとても楽です。ヘッドにポンってくっつけるだけでチューニングができるので、とても気軽ですし、1000円ぐらいから販売しています。ペダル型のチューナーっていうのは、エフェクターボードの中に組み込みやすいチューナーなんですね。精度がとても高いのが特徴です。そして、アプリのチューナー。これは無料なのですごく使いやすいかなというふうに思うんですけれども、なかなかね、精度の面で高く出てこなかったりするので、できればちょっと避けてほしいなというふうに思います。僕のおすすめはクリップチューナーですね。1000円ぐらいからありますし、いいもの買おうと思っても1万円も出したらだいぶいいもの買えるので、とても便利かなと、プロベーシストの方たちもよく使っています。必要なのがシールドケーブルですね。これを使ってエレキベースとアンプをつなげます。はい。そのためのケーブルが必要なわけですね。このケーブルもピンキリなんですよ。1000円ぐらいから数万円、数十万円のものもあるんですけれども、まず最低限だったら一番安いもの Amazon で買ってもらっても大丈夫です。もし、もうちょっとちゃんとやりたいなというか、スタジオとかでもちゃんとした音出したいなっていう風に思ったら、1メートルあたり1000円から1500円ぐらい出したら良いかなと思います。例えば、3メートルのケーブルで言うと、3000円から4500円ぐらいのものを目処にして探してみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。そして、ベースアンプですね。やっぱりエレキベースって、エレキって名前がついているので、アンプにつなげて練習するのが一番いいです。はい。アンプつながなくても練習できるんですけれども、やっぱそのアンプをつなげた時とつなげてない時のギャップが成長を阻んでしまうかなというふうに思いますね。最近ではヘッドホンアンプっていうものもあって、ヘッドホンを鳴らすためだけのものもあります。ちっちゃいもの。これでも悪くはないかなというふうに思いますね。もしね、ヘッドホンアンプを使うんであれば、さっきお話ししたシールドはもしかしたら最初はいらないかもしれないです。ベースアンプなんですけれども、たくさんの種類があります。ただ、ここに大きなお金を出す必要は正直最初はないです。ちっちゃいアンプで大丈夫です。お金を出すとね、アンプって大きくなるんですよ、大体は。品質も上がるんですけれどもね、最初に買うべきアンプっていうのは、出力としてはね、10から30ワット程度でいいかなというふうに思います。ちっちゃいのでいいんですよ。ワット数っていうのが書いてあるので、これがね、音量のサイズ感だと考えてもらっても大丈夫です。そしてできれば欲しいのが、ヘッドホンアウトっていう出力ですね。ヘッドホンそこに挿したらヘッドホンからね、音を出せるっていう、夜なんかはなかなか音出せないと思いますから、それを使って夜中も練習できますということです。他にも Bluetooth とつながる機能だったり、パソコンや iPhone とつながる機能だったり、そういったものをね、持っているアンプもあるんですけれども、あれば便利ですけどね、最初はそんなになくても困らないかなというふうに思います。予算としてはね、1万円から高くても5万円ぐらいの間で見ていいかなというふうに思いますね。それより安いのもあるんですけれども、なかなかね、ベースのアンプ、特に低音が強いのでベースって、そのためのアンプとしてはなかなか使えないかなというふうに思います。たまにね、中国製のアンプで、ベースアンプって書いてるんだけど、中身はギターアンプと全く同じで、ただ名前書いてるだけじゃんっていうのもあるので、安すぎるベースアンプは正直避けたいですね。有名なブランドのものを選ぶといいと思います。アンペグとか、マークベースとか、ローランドとか、そういったブランドですね。今紹介したベース、チューナー、シールド、アンプと、これだけ揃っていれば最低限ベース始めるのには問題ないんじゃないかなというふうに思います。めちゃくちゃ最安値で言ったら2万円ぐらいで収まるかなというふうに思うんですけれども、僕個人的にはエレキベースに3から4万円。
シールドに5000円、チューナーに5000円、アンプに3万円。まあ、8万円ぐらい出したらだいぶ快適な環境なんじゃないかなというふうに思います。ただね、そこまでできないよっていう方もいらっしゃると思いますので、そんな場合はね、エレキベースにぜひ予算を傾けてください。ベースってプロの現場でも、ベース本体がめちゃくちゃ重要なんですよ。なので、エレキベースとっても大事なので、ここ、よく選んでください。エレキベースの選び方については、もっと深く解説した動画、いくつか出しているので、そちらもご覧ください。続きまして、あるとより快適にベースを練習できるものというものを紹介しようかなというふうに思います。はい。まず一つ目、ストラップですね。ストラップ何かと言いますと、エレキベースを立って弾くときに必要なものです。ベースを体からこう吊り下げるもの、あれをね、ストラップって呼ぶんですよね。ストラップ本当に様々な種類があって、僕たちもいくつかの製品作っています。例えば GIB ベーシックのカラーリーストラップスとか、スタンダードストラップスとか、もしくはロージエのストラップスとか、はい。たくさんあります。他にも有名なもの、LK ストラップスとか、エルゴストラップスとか、レビースのストラップスとか、いろんなね、ストラップスあるので、ぜひ自分の好みに合わせて選んでみてほしいなというふうに思いますね。一番最初だったらね、もう本当に1000円とか2000円のストラップでいいかなというふうに思います。ただ、吊るすのが主な機能ですからね。ものによっては、すごくこう質感がかっこよかったり、色がベースとマッチしたものがあったり、裏がね、滑りづらくなっていったり、っていうものもあるので、そこら辺は後々選んでいければいいかなというふうに思いますね。最初はね、最低限の予算の中で好きなものをポチッと選んでみてください。続いてが、エフェクターという存在ですね。エフェクターは何かと言いますと、エレキベースのボーンボーンっていう音をワオワオっていう音に変えたり、ジョインジョインって音に変えたり、そういった音を変化させるものが文字通りのエフェクターというものになっております。プロのね、こうライブとか見に行くと足元にジャーンって置いてあったりするじゃないですか。あれがエフェクターボードと呼ばれるもので、あるとね、とても楽しいんですよ。ただ、ベースってやっぱりベースの音自体が大事なので、エフェクターの重要度ってギターに比べるとちょっと低いんですよね。なのでね、どうせね、後ほど興味出てくるんですよ、エフェクターって。なんかエフェクターって呼ばれるやつ欲しいな、みたいな。どうせなるので、最初はね、まあいいかなと思う。で、エフェクター1個目買ってみたいよっていう方、もしいらっしゃったら、僕のおすすめはマルチエフェクターです。安くてちっちゃくて、いっぱい音が入ってるマルチエフェクター最近あるんですよ。マルチエフェクターっていうのはいろんなエフェクトの音がね、こう入ってる、デジタルで入ってるものなんですけれども、これ安くて、オーバードライブもイコライザーもワウもコーラスもディレイもっていういろんなエフェクトを試せるので、そちらをおすすめしたいなというふうに思います。もしね、アナログエフェクターがいいなっていう方はね、GIB ベーシックからちっちゃいエフェクター発売したので、そちらチェックしてみてください。5000円で買えます。エフェクターを通すとどんな音になるんですかっていうところ結構気になると思います。そこら辺については昔動画でまとめているので、そちらの動画見てみてください。こんな音がベースからするんだっていうとても参考になるというか面白い動画になっていると思います。次に紹介したいのがスタンドですね。これね、僕できればね、スタンドは買ってほしいです。はい。スタンド何かって言いますと、ベースポンって置くためのものですね。スタンドがない場合は、ケースに入れてこう、部屋に保管しておくか、もしくはね、ベッドの上とかに寝かせておくか、みたいなことになっちゃうと思うんですけれども、スタンドがあるとポンって置かれていて、で、ポンってすぐに取って弾けるようになっているので、なんか、こういう風にね、取れるようになっているので、ぜひね、スタンド買ってみてほしいなというふうに思います。スタンドは1000円ぐらいから購入できますので、全然安いので問題ないかなというふうに思います。あると面白いのがピックですね。エレキベースって指で弾くこともできるんですけど、ピックで弾くこともできるんですよね。ピックで弾くスタイルっていうのはすごく面白くて、例えばパンクロックであったり、メタルであったり、そういったところではよくね、ピックで弾かれています。ただ、ジャズでももちろんね、ピックで弾いてる人もいますし、様々なスタイルがありますので、もしね、興味が出たらぜひぜひピック買ってみてください。100円とか200円で買えるので、僕個人的にはね、買って遊んでみていいんじゃないかなというふうに思います。楽器屋さんに行くとバーって置かれてるんですよ。島村楽器とかに行くと。面白いんですよ。色がいろんなものがあったり、硬さがいろんなのがあったり。はい。ぜひ試してみてください。GIB はね、ピックないです、ちなみに。はい。ピック欲しいって言われたら、これだったらあげますとかよく言ったんですよ、僕。はい。今
紹介したこれらのアイテム揃えるともうだいぶ快適にベース始められるんじゃないかなというふうに思いますね。続いて紹介したいのが、後回しでもいいんだけどこれあるとだいぶ面白いよっていうものです。後回しでいいもの、ズバリメンテナンス用品ですね。はい。クロスとか、オイルとか、ポリッシュとか、そういった風に呼ばれるものなんですけれども、これらはね、後でいいです。はい。正直気持ちはわかるんですよ。磨きたいんで。でも、言ってもね、このクロスだったり、ポリッシュだったり、オイルだったり揃えていくと、それなりにね、お金かかってしまうので、僕はね、後回しでいいんじゃないかなという風に思います。ちなみにですけど、僕おすすめのものありまして、クロスはね、安いやつ Amazon で買う。汚れたらすぐ捨てるんですよ。汚れたまま拭くと傷がつくので。ポリッシュはケンスミスです。ケンスミスのピンク色のポリッシュ、これが一番最高です。オイルは GIB ベーシックのココです。はい。蜜蝋ワックスっていうものを使っていて、匂いがね、ないんですよ。臭い匂いがないのですごく使いやすくて保湿力も高いと。もう最高級なもの作りました。もっと安いのもあるので、とりあえずだったら安いの買っちゃっていいんじゃないかなという風に思いますね。僕はむしろね、ボディの塗膜だったら水拭きでもいいじゃんって思ったりするんですけど、そんなに気合い入れていかなくていいかなという風に思います。例えばですけど、僕たちがギターを調整するときに、スケールとかっていう定規ですね。変なたわしみたいなやつとか持ってたりすると思うんですけど、そんなん買わなくていいです。最初はね。はい。もっと極めたくなったら買ってみてください。はい。もうちょっとだけ紹介したいんですけれども、オーディオインターフェースって呼ばれるものがあるんですよ。皆さん Twitter とか Instagram とかで見たことあると思いますけど、いわゆる弾いてみた動画。ああいうのを作るには、オーディオインターフェースでパソコンに音を取り込む必要があります。はい。これもね、あるとめちゃくちゃ楽しいんですけど、正直後でいいです。練習してからでいいです。初日から弾いてみた動画無理じゃないですか。はい。なので優先度としては、ぜひエレキベースを買ってほしいなというふうに思いますね。ちなみにですけど、もし興味が出てきたら、僕の個人的なおすすめは、ユニバーサルオーディオのボルトです。もうね、ユニバーサルオーディオのボルト気に入りすぎて、僕日本のオフィスにも、ソウルのオフィスにも、ソウルの自宅にも置いてます。もういっぱい買ってる同じやつ。めっちゃいいんですよ、これ。普通に音楽聴くときも使ってるし、ビデオミーティングするときもマイクそこに繋いでます。はい。あともう一個強いてあげるなら頑丈なケースですね。はい。外に持ち運ぶときに、ペラペラの初心者のベースについてくるケースってやっぱちょっと辛いんですよね。すぐ傷ついてしまうので、少しだけ頑丈なケース選ぶといいんじゃないかなというふうに思います。これもね、僕たちオリジナルで作っていて、ロージエっていうブランドからウルトラライトベースギターケースっていうものを出しています。東京や大阪なんかの都市部のミュージシャンに向けたもので、移動するときにとにかく軽いように作っています。歩いて移動する人向けのケースですね。とても頑丈には作っているんですけれども、そこに全振りはしないでできるだけ軽く、そして AGS っていうシステムを入れることで、負担がね、40% 軽減するんですよ。はい、重さがね。だからそういったものを使ってみるのも一ついいかなと思います。ロージエ以外で言うと、モノ、とてもおすすめです。僕はモノのかっこいいから。はい。こういったメンテナンスに関する動画とかケースに関する動画はたくさん YouTube 上に出しているので、もしね、興味が出たらそちらもチェックしてみてください。楽器を調整するってことはとても大事なことです。楽器弾きづらいからうまく弾けないパターンっていっぱいあるんですよ。でもやっぱり俺って練習しても全然うまくなんないな、もうやめちゃおうかなってなっちゃうと思うんですよね。でも、本当の弾けない原因っていうのはエレキベースの弾きづらさのせいだったりします。特に初心者用のベースって安く作られているので、楽器屋さんもギターブランドもなかなかちゃんと検品とかセットアップしてくれないんですよね。GIB はやってますよ。でも全員 GIB じゃないです。だから GIB って超素晴らしいんですけど、信頼できる楽器屋さんで買ったベース調整してもらったり、先輩に見てもらったり、もしくは GIB に持ってきたり、そういったことしてもらえるといいかなと思います。こうした初心者におすすめしないベースの買い方みたいな動画もあるので、ぜひね、そちらもチェックしていただきたいなというふうに思います。いろいろあります。もう思うところがありすぎて。だからウーフィー作ったんですよ。自分たちが変えられることって、例えばヤマハのベース勝手にネックのサイズ変えたりできないじゃないですか。だって僕たちのじゃないもん。でも、僕たちが自分でブランド作ったら僕たちの好き勝手にできるんで、僕たちが好き勝手に初心者の子たちがベースをやめないように作ったのがウーフィーベーシーズです。はい、チェックしてみてください。動画たくさんあります。続いて、エレキベースやエレキベース関連のアイテムを購入するときに気をつけていただきたいことっていうものも解説したいです。まず一つ目は高級品を買えばいいわけじゃないということです。さっき僕お話ししましたよね。初心者用のベースって安いので、なかなか検品とかセットアップに時間が使われてませんと。ここら辺はね、お金使えば使うほどある程度クオリティ上がるんですよ。でも、GIB だったら4400円出したら調整してくれるので、なんだったら最安値のベースを買ってこれを GIB で調整してくださいって、もしくはクロスアカ機とかに調整してくださいってお願いするのが、すごくいいかなと
というふうには思います。基本的にはお金かけていくと、機能がね、増えるんですよ。例えば、弦が4本から5本になったり、イコライザーって呼ばれる音作りのためのつまみが増えたり、もしくは、かっこいい木目のベースになったり、そういった部分なので、弾きやすさとか音の良さっていう本質から言うとちょっと違う部分もね、多々あるんですよ。これアンプなんかもそうですよ。エフェクターもそうです。はい。なので、金出しゃいいんでしょって感じでは考えなくても良いと思います。はい。僕の中で個人的にね、エレキベースに関して言うと、20万円出したらもう弾きやすさはトップクラスです。20万円。そうね。ぶっちゃけね、ブランド名出していくと、サイヤ、スイングギターズ、ヘックス、あとは、スリードッツとか、まあちょっともうなくなっちゃいますけど、はい。ここら辺選ぶと、すごくね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。これらはね、安ければ10万円もしない価格帯で買えるので、サイヤの10万円以下のベースよくあるんですよ。そこら辺めちゃくちゃおすすめですね、正直。他についていけてるブランド、今はないなと感じています。はい。アイバニーズとかヤマハも悪くないですけどね。ただサイヤって自社工場でやってて、省流がね、ヤマハとかアイバニーズと全く違うんですよ。クオリティに関して言ったらサイヤ、正直めちゃくちゃ強いなと思いますね。アンプなんかも同じで、高い値段別に出さなくていいと思います。3万円も出したら十分かなというふうに思いますね。アンプってね、薄々感じると思うんですけど、高くなるとね、でかくなるんですよ。武道館でライブできるようなアンプいらないじゃないですか、最初は。武道館でやるようなアンプは武道館でやるときに買いましょう。大丈夫です、その時で。続いて注意したいことが、予算はね、エレキベース本体以外も含めて考えたいというところです。予算5万円あるから5万円のベース探そうっていうのはね、ちょっとまずいんですよ。それだと、アンプとかチューナーとか買えないじゃないですか。なので、予算の割り振りとしては、7割程度には抑えたいかもしれないですね。例えば5万円でエレキベース始めようと思ったら、4万円でベース買って、8000円で頑張って中古のアンプとか探してきて、で、残り2000円でチューナーとかシールド揃えるみたいな、がギリギリかなというふうに思いますね。僕もずっと話してきている通り、予算が10万円あったらじゃあ3万円でアンプ買って3万円でベース本体買って3万円で他のもの揃えて、みたいなものよりは7万円とか8万円ベースに突っ込んだ方がいいかなと思います。エレキベース本体がとっても重要なのでベースの場合は、そこにね予算を傾けるべきかなというふうに僕は思いますね。次に考えてほしいのが、自分がどんなベーシストになりたいのかをよく考えてみること、実際にベースを買った後にどんな感じになるかなっていうことをすごく想像してほしいです。例えば、あなたが憧れているベーシスト、ベースを始めたきっかけのベーシスト、彼が5弦ベースをずっと使っていたら、あなたも5弦ベース買わないと、そのベーシストの曲コピーできないんですよ。はい。なので、5弦ベース最初から買っちゃっていいです。1本目から5弦ベース買うべきじゃないって言い張る人もいますけど、僕は全然 OK だと思ってます。実際僕もすぐ5弦ベース買いました。全然大丈夫です。周りの人に何か言われるかもしれないです。でも、そしたらこの動画見せてください。佐賀さんが OK って言ってる。だから OK なんだみたいな。大丈夫です。安心してください。最初からある程度のクオリティでベースを始めたければ、やっぱりある程度予算は出した方がいいです。10万円から15万円ぐらい出しても全然大丈夫です。はい。どうせね、買い替えるんですよ。満足できなくなって。どうせいいベース欲しくなるので、もし予算がちゃんとあるのであれば、最安値のベースと最安値のアンプと最安値のケーブルと最安値のチューナーで始めようっていうのは正直避けてもいいんじゃないかなとは思いますね。かなりね、そこら辺はお値段でこう質が変わってくるので、実際僕も最初初心者セット買ったんですよ。僕秋田県出身なんですけど、田舎だから音バンバン出せるんですね。はい。音バンバン出してやっぱベースかっこいいなと思って。で、リハーサルスタジオっていうものにね、行ってみたんですよ。で、そしたらそこにあるアンプがめちゃくちゃ良くて、俺のベースってこんないい音したのかって思ったんですね。それで家帰って練習したらしょっぽいなんですよ。もう弾き方変わるレベルでしょうもないんですよ。もうすぐにね、ベースアンプ買い替えちゃいました、僕は。お家用の。そしたら音すごく良くてテンション上がりました。やっぱ練習楽しいんですよ。リハーサルスタジオでいいアンプ鳴らせるから別にいいやって考え方ももちろんあります。ただ、あなたがエレキベースを一番長い時間弾いてるのって家なんですよ。だから練習環境にお金かけるのってめちゃくちゃコスパいいんですよね。なので、アンプとかエレキベース、本体とか、はい、ここら辺にはぜひお金をかけてもいいんじゃないかなというふうに思ったりもします、僕はね。とはいえね、最高級品とかいらないと思いますから、適度なものを選んでみてください。ベースだったら、20万円も出したらもう十分だと思いますし、エレキベース、アンプで言ったら5万円も出したら十分かなというふうに思います。困ったら楽器屋さんにぜひ行ってみてください。やっぱりね、楽器屋さんのお兄ちゃんってめちゃくちゃ頼りになるんですよ。怖いイメージもしかしたらあるかもしれないですけれども、少なくともね、GIB のスタッフは全員めちゃくちゃ優しいです。きついやついたら僕に言ってください。DM とかで。こいつやばいです、みたいな。で、僕そいつ、行くんで。はい。
とりあえず一通り揃えてください、みたいな、ざっくりしたお願いも全然ありですね。その時は予算とか、こんなベーシストになりたいとか、こんな音楽やりたいとか、そこら辺伝えると、店員さんはね、優しく揃えてくれるかなというふうに思います。なかなか実店舗行くのが辛いなっていう方は、GIB の LINE 登録するのもいいかなというふうに思います。この LINE で何でも聞いてください。こんなにやや話してきたんですけれども、最後に伝えたいのは、いきなり全部揃える必要はないということです。エレキベース本体だけあれば、まずはね、ベンベンベンって始められますし、YouTube 見ながら練習もできますから、全部揃えなきゃ始めらんないって思わなくても大丈夫です。ハードオフで1万円でベース買ってくるだけでも全然 OK だし、メルカリでね、1万円とか5000円とかのエレキベース買ってみるのも全然ありじゃないかなというふうに思います。初めてわかることもあるので、例えば10万円で佐賀さんが言ってたから、じゃあ10万円貯めてからエレキベース始めようって言って、10万円頑張ってバイトして、まあそれもいいですよ。でも、やっぱり始めたいって思った時に、パッて始めるのが一番楽しいです。なのでお金のある大人はね、ぜひたっぷりいろんなもん買ってほしいなというふうに思いますけれども、なかなかね、お金そんなに潤沢じゃないよっていう方もいらっしゃると思いますから、そんな方は、まずエレキベース本体だけでもね、買ってみると楽しいんじゃないかなというふうに思います。エレキベースを始めるときに合わせて揃えたいものというテーマでいろいろお話ししてきました。いかがでしたでしょうか？この動画見ただけでもね、だいぶ理解できたかなというふうには思いますけれども、なかなかね、付随した質問ってたくさんあると思うんですよ。ジャズベースってなんでいいんですかとか、5弦ベースってめっちゃありますけど、いくらで買ったらいいですかみたいな。はい。こんなものをね、YouTube でパパって検索したら僕の動画いっぱい出てくるので、ぜひ見てほしいんですけど、直接人に聞きたい場合、もう繰り返しになっちゃいますけど、GIB の LINE だったら何でも聞いて大丈夫なので、遠慮しないで聞いてみてください。たまにクーポンとかポン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 って飛んできてお得なこともあるので GIB の LINE についてはね、楽しんでもらえればなというふうに思います。僕はベースを売ってご飯を食べてるんですよ。なので、ベーシストのみんながベースをやめてしまうと困るんですよね。お金なくなっちゃうから。だから、快適な環境を作ってエレキベースをどんどんね、楽しんでほしいんですよね。そのために UFB ベーシズ作ってみたり、GIB ベーシックでお得なもの作ってみたり、海外から頑張って自分たち輸入してきて、で、自分たちだけが直販することで安くしたり、まあいろんな試みをしているんですけれども、この動画もその一つですよね。皆さんが楽しいベースライフをずっと続けていけるように願って僕はいつも仕事をしています。ぜひベース始めましょう。はい。僕たちは面白い動画たくさん作っていくので、合わせてご覧になっていただければなというふうに思います。はい。繰り返しになりますが、何でも僕たちに聞いてください。ということで本編終わり。終わりです。一番最初に買ったベースって何ですかって僕よく聞かれるんですけど、最初ね、島村楽器でバスカーズ買いました。秋田のね、御所のイオンに入ってる島村楽器ね。はい。ここでバスカーズ買って、確かね、フェルナンデスのベースアンプのセットがあったんですよ。ちっちゃいセットが。それ買って、なんか練習してましたね。最初にね、弾き始めた曲はアジアンカンフージェネレーションでした。僕中学生の時に初めてライブやるんですけど、その時はアジカンのカバーしてましたね。すごく楽しかったです。うどんっていうバンドだったんですけど。なんでうどんだったんだろう。わかんないです。はい。で、その後、本当にいろんなベース買いました。高校生まで僕は秋田県にいたんですけれども、なかなかね、お金がないのでベース買えなかったんですよ。だから、いろんな人とトレードしたり、わらしべ長者みたいなことをしてたんですよ。そしたら、僕ほとんどアルバイトもしてなかったんですけど、高校3年生の時ですよ。高校3年生の時に、79年のフェンダープレシジョンベースと、ムーンの赤い JJ5、須藤光さんモデルですね。クルーズマニアックサウンドのジャクソン5っていうのを持ってましたね。わらしべ長者しすぎっていうか、才能ありすぎですよね。それは楽器屋になるわって感じで、はい。ちなみにね、秋田にいた時に僕にベースを教えてくれたのは、越川生態院っていう生態院の越川さんっていう人でね、このね、越川さんは面白いんですよ。もうちょっと話していい越川さんに会ったの僕10歳の時で、だからもう16年前とか。違う言い過ぎかな。言い過ぎじゃないよ。ごめん。今、僕34歳だから、24年前ですよ。24年前にもう生態院やってましたから、つまりキャリアとしては30年とかなるわけですよ。彼のキャリアって。でね、この前、越川さんに会った時に飲み会でね、飲みましょうよって誘って、その時に、俊介俺さ、値上げしようと思うんだよね、つって。値上げしてなかったんですかつって。もうね、創業時から一回も値上げしてないっつって。つって。いくらからいくら値上げするんですかって。3500円から300円値上げしようと思うんだって。勘弁してください。もう、この2、30年の間に世の中、もう大体値段2倍ですと。越川さんだけ2倍になってなくて、半額なんで3倍にしてくださいって僕はお願いしたんですけど。いや、もう俺は300円でいいっつって。
越川さんベーシストなんですよ。ミスタービッグとか、アンスラックスとか僕に教えてくれたベーシストのお兄ちゃんで、最初僕彼にベース習ってたんですよね。要は師匠ですよ。起業家としても師匠ですよ。大師匠3800円で生態やってんです。1時間よ、しかも。テモミンみたいなやつじゃなくて、もうガチのやつよ。ちゃんと勉強して、こんだけキャリアあって、しかもベースうまいの。すげえな、来たわと思って。だからぜひ皆さん越川生態院行ってみてください。予約でいっぱいにして、もうちょっと値上げさせてあげてください。本当にね、その話聞いた時びっくりした。そんな人いるんだと思って。いや、俺もちゃんと値段についてはユーザーのこと考えてやんなきゃいけないなって思いました。ギターブランドも育てたいし、ギターユーザーも育てたいんです、僕は。はい。越川生態院でしょおすすめ。秋田県で、もう一個ね、僕高校生の時に高校より行ってた場所があるんですよ。それ何かっていうと楽器屋さん。ジプシーワゴンっていう楽器屋さんです。はい。これどっちも由利本荘市内の話なんですけれどもね。ジプシーワゴンめちゃくちゃいい楽器屋さんなので、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。今そこにいらっしゃるリペアマンの方は本当に有能な人で全国でもトップクラスのスキルがあります。そしてそこのね、オーナーの小松さんっていう人も本当に面白いおじさんで、すごいロックなおじさんなんですけど、最近犬の散歩しなきゃいけないから飲み会行けないって断られた。全然ロックじゃねえなって。変わっちゃったな小松さんはって言ってたら来てくれたんですけどね。っていう面白いおじさんたちが秋田にはいるので、ぜひ秋田行ってみてください。はい。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。GIB なんですけれども、GIB 横浜、GIB 兵庫、GIB ソウルと現在3店舗あります。系列店でギターアウトレット横浜、そしてギターショップトニーク横浜ともう2つあります。ギターショップトニーク横浜とギターアウトレット横浜とベースショップギークンボックス横浜はすぐ近くにありますので、バンドメンバー皆さんでぜひ遊びに来てみてください。かなりね、オタク向けのベースから初心者の方向けのベースまで幅広く取り揃えているので何でも相談してくださいね。あまりにもギークンボックスの動画見すぎてもっとマニアックなものを見たいという方向けに作りましたオンラインコミュニティベースギークカレッジ。プロベーシストの関谷智隆さんと一緒に作っています。これね、めっちゃ面白いんですよ。例えば、最近面白かったやつだと、ディアンジェロの曲をね、デジタル解析するんですよ。ディアンジェロの曲をね、ドラムだけとかベースだけとかにして、ドラムとベースだけ聞くとかできるんですよね。で、波形も見えるんですよ。そしたら、ディアンジェロってすごくレイドバックしたビートだって言われるけど、何秒レイドバックしてるんですかっていうこともできるんです。じゃあこれをジャストにしてみたらどんな音楽になるのかとか、そんなことやったりしてます。あまりにもマニアックすぎて YouTube じゃできないんですよ。もう継続できないんで。でもそれを悪いんですけど、最初からお金もらってやることで、みんなでこうマニアックな動画を作って一緒にガハガハ楽しむっていう、そんなね、マニアックな遊びしてますので、よろしければそちらもチェックしてみてください。あともうちょっとだけ話していい？ GIB ベーシックっていうオリジナルブランドとか、ロージエっていうオリジナルブランドとか、あとはジーニーとか、ウーフィーとかいろいろやってます。はい。ここら辺面白いので、ぜひぜひチェックしてみてください。その他にもね、最近僕ハマってるのが、インドネシア系のギターブランドめちゃくちゃいいんですよ。韓国系のブランドなんですけど、自己資本で工場を持ってて、その彼ら自身が作って売ってるんですよね。D2C にとても近いんですけど、僕たちが1個入ることで、クオリティコントロールもう一発やるんですよ。最近プレイク買いました。1500万円ぐらいするドイツ製のギターをスキャンしたり、フレットすり合わせたりするための機械なんですけれども、この機械を使って僕たちはこのインドネシアの楽器とか僕たち自身の楽器を直して売ってるんですよ。クオリティコントロールして売ってるんです。こんなことね、世界で今まで一回もないんですよ。インドネシア製の楽器ちょっと敬遠してる方もぜひね、うちが取り扱ってるやつはチェックしてもらいたいです。もうクオリティやばいんで、もうギター 3.0 ぐらいまで来てますよ、これ完全に。でもおすすめですという話です。1500万円も使ったから、それ自慢もしたいわ。はい、ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。せっかくね、ここまで動画を見たあなた、ぜひもう一個次の動画も見て勉強してみてください。もしくは楽しんでみてください。楽しいと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。